おお、なんか見えたぞ。こんにちは、アジーンです。今回は3年前のおにぎりを持ってきました。そこだけ聞くと結構やばいやつですよね。3年前のおにぎりを取ってあったっていうね。実はこれスクイーズです3年前のスクイーズ、こちらがねちょっと負傷しまして、今回はこちらのおにぎりスクイーズをカットして中身を使って粘土スライムが作れるかどうか実験していきたいと思います。美味しそうなこちらのおにぎりなんですが、実は 3,4 年前にクレーンゲームでゲットしたおにぎりスクイーズです。これスクイーズなんですよ。めっちゃリアルじゃないですか。しかも当時流行っていたデルゾ系のスクイーズです。懐かしい。デルゾ懐かしいな何が出るんだったかな、このおにぎりは。ちょっと見てみますね。今ちょっとなんかペロンとなっちゃったんですけど、ここをねこう握ると、おー、梅干しだ。うわー、リアル懐かしいなー。よいしょ。でここをねこういう風にね収納されてるんですよね。他の2つもちょっと見てみよう。なんだ、あ、明太子かな。これは明太子っぽいですね。すごいリアル。焼き色、このちょっと色が違うところが、いやー食べたいなー。リアル。そして最後、これなんか一番パンパン、なんかすごいでかいですね。なんだ、鮭かな。きっとなんかこの辺り鮭っぽいですね。魚っぽい。リアルかわいい。このようなねデルゾ系スクイーズっていうものもありましたね。懐かしい。でここ最近ね気づいたことがあるんですけど、どれだったかなあ、これだ。ちょっとしぼんでませんか、このおにぎりスクイーズ。この子だけねしぼんでておかしいなって思ったんですけど、ここだ。ここね実はもう破れてます。なんでこんなところがね破れたのかちょっと謎なんですけど、いつ破れたんだろう。ずーっとスクイーズ収納に入れてあっただけなんですけど、ここね破れてしまっていて、実はねもうこれ空気が抜けちゃってて、中ねこれ出せちゃう状態になってるんですよ。でこの触った感じ、スライムなのか粘土なのかちょっとわからないんですけど、どっちかな。どっちでもありそうなんですよね。これスライムっぽいし、中になんか粘土っぽいものが入ってる感じもするんですよ。どっちだ。まずね今回はこちらのおにぎりスクイーズ2つはまあ大丈夫なので、このまま保存したいと思ってます。でこちらのもう破れてしまっているこのおにぎりスクイーズ、ここからカットして正体をね暴きます。こう中に何が入っているのかを見たい。こちらの正体が粘土なのか、もうスライムが入っているのか、正体を暴いて、その後ね、どちらが出てきてもスライムにしたいなと思ってます。希望はね粘土、クレイ、粘土が出てきてほしいですね。クレイスライムを作ってくださいっていうリクエストも最近いただいているので、クレイクレイ狙ってます。これが粘土だったらいいな。なんだろう、過去にこういうスクイーズね粘土系のものが入ってたものもあったんだけどな。たい焼きとかこういう和菓子のおまんじゅうのスクイーズとかって中粘土だったんですよね。でもこのペタペタ感、なんかボンドのような触り心地もするんですよ。すごく気になるので、今回はこちらのおにぎりスクイーズをカットしてスライム作っていきたいと思います。早速こちらのおにぎりスクイーズカットしていきたいと思います。梅干しどうしよう。この梅干しって何か入ってるのかな。ここは硬いかな。最後トッピングに使えそうですね。ここ硬い。これはねなんかすっごい硬いです。何も入ってないと思うな。ということでいきます。もうね出てきちゃいそう。出そうだな。これちょっと見えてる。何かがこの辺りね見えてますね。せっかくなのでちょっと切りましょう。さあ何が出るかな。何が出るからって出てるわ出てるってもう何これ吸水ポリマーみたいな感じ。おお、なんか見えたぞ。おお、なんかクーリッシュ、シャリシャリなかき氷系のようなものが出てる。粘
粘土じゃないっぽい。なんだろう、このねかき氷感がある。スライムじゃないんじゃない？これはなんだろうね。この本当に凍ってるように見えるこの成分、吸水ポリマー的なやつ、これが気になる。すごい、おすごい、もう梅干しがね主張してきた。忘れないでって。これなんだろう。何これ。よーく見るとこの辺ね、なんかおむつの中に入ってる吸水ポリマーとかね、携帯用トイレとかああいうやつに入ってる成分だと思うんだよな。これでスライム作ったらちょっとやばいことになるかな。手とかもうなんか手についてるもん。まだあったまだあった。どんだけ入ってんのこれ。すごい入ってる。いや、こんなんが入ってたとはちょっとね予想外でした。予想外。でもちょっとこれすごくスライム作りにくそう。手になんかめっちゃつくもん。どうやったらいい風にまとまるかな。触った感じは粘土のような感じもあるんですけど、この手にねこのボロボロってつく感じは、よくクラウドスライムを作る時にスノーパウダーの代用する吸水ポリマーみたいな、そんな感じ。あとね保冷剤もこういう触り心地になりますよね。さあ調理していきますよ。まずところどころこのオレンジっぽいものが気になるんだが、これは何だろう。梅干しってことでいいかな。まとまりはこうあるんですよね。こうまとまってくれるんだけど、よーく見るとやっぱり手になんかついて嫌だなっていうね。スノーパウダーの代用した時の嫌だなっていう感じ。音はねシュワシュワサクサクって感じ。なんか、サクサクですね。こう切れる感じ。さあどうしよう。最初洗濯のりでちょっと静かになってもらおうかこのねボロボロ出てくるこの感じをちょっと抑えたいので、ちょっと洗濯のりでデッと一気にねくっつけます。さあ行ってくれ洗濯のり。ちなみにダイソーの洗濯のりです。君の力が必要だ。結構入れるよ。よし、これでねちょっとこう動きが鈍くなった。おー、いい感じいいじゃん。おー、このなんかちょっと粘り気が出てきてる。ちょっと待って、やっぱりこれあれかも。吸水ポリマーかも。洗濯のりを吸い取っちゃった。なくなってしまった。わお、どうしようないですよね。なんかこれだけでスライムになりそうだけど、さっきよりは重たいです。ヘラを動かす時にすごい重い。ただもうこれでももう大丈夫な感じね。すごくまとまりが良くなりました。これだけ見るとなんかちょっとバニラアイスみたいな感じ。もうちょっと追加してみよう。また吸い取られちゃった。なくなったわ。成分は多分これはもう粘土ではないということですね。スライムでも多分ない。作業は思ったよりしやすくなりました。でこの中にご飯のこの粒を再現したいので発泡ビーズを加えます。結構入れよう。よし。おー、不思議な感じ。つぶつぶ粘土スライムになるかな。もうちょい入れても良さそう。追加。この発泡ビーズはね、視聴者様がアジンさんがこのサイズが一番好きでしょっていうことでこんなにねたくさん送ってくださったんです。よし、なんか本当に今料理してるみたいこのなんかボールとヘラで作るとテンション上がりますね。さあこの中に放射水加えたいと思います。ちょっとでいいかな。少しずつちょっと試してみます。どうかしら。おお、なんかちょっとスノーパウダー的な感じにもなってる。ホロホロって。正直ね放射入れなくてもいい感じなんですけど、洗濯のりがちょっとベタベタするかもしれないので触っている時にね加えておきます。いや、これはちょっといいかも。増量。おお、いい感じ。この発泡ビーズ入れた方がだらっとしないかも。なんか本当になんか粘土スライムみたいな感じですね。どうでしょう。
おー、すごいもっちもち。もう少し固めてもいいかなと思うんですけど、まるでなんか粘土スライムのような感じです。クレイスライムすごいつぶつぶ粘土が入ってる粘土スライムのような感じになってる。よかった。思ったよりも手につかないですね。保冷剤みたいな吸水ポリマーが。いやー、これちょっと無限に触ってられるわ。で最後です。あれですよ、こちらの梅干しをトッピングしたいと思います。これ取っちゃえる。あ、取れますね。強力な接着剤ついてるけど取れました。さあ実際にダイソーのお茶碗に盛り付けましょう。しゃもじの代わりです。しゃもじの代わりイン。どうでしょう。ちょっとなんか待って、梅干しがなんか私のモニターだとちょっとあまりいい色に見えないんだけど大丈夫かなちょっとなんか腐った感じに見えるんだけど大丈夫かな。色がね濃く映ってるけど、はい、このような感じにリメイクできました。いやー、すごいびっくり。最初の出した感じだと、うわー、これはもうなんか触り心地が悪そうなスライムになるかなって思ったんですけど、まさか普通につぶつぶ粘土スライムに変わりました。皆さんも古くなったスクイーズやちょっともう破れてしまってこれはっていうものがあったら、このようにリメイクしてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方ではゲーム実況をしているのでぜひ遊びに来てください。